今回はドラッグ&ドロップだけで簡単にロールアボールを作ることができる Modify Roll a Ball というスクリプトを用意しました。この動画ではそれらのスクリプトによる作り方を解説していきます。最初に YouTube の説明欄にある GitHub の URL へ行き、スクリプトをダウンロードして解凍しておいてください。それでは始めていきます。まずはプレイヤーを作ります。3D オブジェクトのスフィアを配置してマテリアルをつけました。スクリプトフォルダのプレイヤーフォルダの中のプレイヤー CS をドラッグ&ドロップします。これだけでプレイヤーを動かすことができます。Rigid Body やプレイヤーインプットはすでにアタッチされています。スクリプトに Required Component を書くことでこれを実現しています。プレイヤーのパラメータはこのスピードをいじるぐらいですね。Rigid Body のこのドラッグとアングラードラッグの値が小さいと止まりにくいのでちょっと上げておきます。やらなくても問題はありません。次はアイテムを作ります。アイテムにはスクリプトフォルダのアイテムの中のアイテムとローテートオブジェクト、その両方をドラッグ&ドロップします。ローテートはなくても問題はありません。2つ配置して動かすとこのようにアイテムを取ることができるようになりました。ゲームを管理するためのものとしてゲームシステムを作ります。Empty のオブジェクトを作ってそこにスクリプトフォルダ直下のゲームシステムをドラッグ&ドロップします。今度はオーディオソースがアタッチされていますね。ここにオーディオクリップを入れるところがありますので、オーディオフォルダからピックアップとエクスプロージョンをそれぞれピックアップ SE とヒット SE にドラッグ&ドロップしてください。なくても動きますが、これによって音が出ます。音が出ましたね。内部的にはいろいろ処理されているのですが、このままだとわからないので、次は UI をつけます。キャンバスに2つのテキストメッシュフローを作りました。1つは中央にあるメッセージで、ここにチュートリアルやゴールなどのメッセージを表示します。もう1つがスコアで、こちらは左上に寄せて得点とタイムを表示します。メッセージにはスクリプトフォルダの中の UI の中のテキストコントローラーをアタッチします。スコアの方にはスコアディスプレイをアタッチします。実行するとこのように操作方法が出て、2つのアイテムを取るとゴールと出て終了となります。ここでエンターキーを押すと最初からやり直すことができて、ハイスコアが表示されているのがわかりますね。このハイスコアを更新してみましょう。はい、しっかりハイスコアも更新されました。あとはアイテムを増やしたり、壁を配置したりするだけで通常のロールアボールを作ることができます。では、そろそろ新しいステージを作ってみます。最初のステージをコピーして、Empty のオブジェクトにローテートオブジェクトを設置して、それをですね、Y 軸で回転するようにします。その子としてアイテムを登録すると、このように回転するようになります。次にどうやって向こうへ行くかというところなんですけれども、ブリッジというオブジェクトをキューブを伸ばして作りました。ここにスクリプトのレベルフォルダからゲートをドラッグ&ドロップします。ここで2個アイテムを取ったら2秒でマイナス15メートル動くというような設定をします。で、さらにここから15メートル上に上げておきます。実行すると、こうやって2つオブジェクトを取ると、橋が降りてきて隣のステージに行けるようになりました。はい、これでクリアですね。こうやっていろんなステージを進んでいくというような仕組みが作れます。さて、エンターでリスタートするようにはできたんですけれども、落下したら自動的に元のところに戻ってほしいですよね。
そこでハザードという仕組みを使ってリスポーンするようなものを導入します。まずキューブを作って、そこにレベルの中からハザード CS をドラッグ&ドロップします。これを思いっきり引き伸ばしてステージから落下すると、このように元のところに戻ります。今ハザードは見えていますが、ハザード CS の Is ハザードトリガーをチェックしておくと、落下して通り抜けた時にリスポーンするようになります。場合によって使い分けます。例えばキューブをハザードオブジェクトにして、さっきの回転するオブジェクトの中にこうやって入れ子構造に入れておくと、このようにちょっと複雑な動きをさせることができます。この場合はコリジョンがあって当たるとリスポーンすると、そういう形になっています。このようにリスポーンしたんですが、最初のステージにはもうアイテムがないので、リスポーンするポイントがちょっと遠いですよね。こういう時にはリスポーンオブジェクトを設置します。リスポーンオブジェクトもキューブを伸ばして作り、そこにレベルの中からリスポーン CS をアタッチします。この状態でもう一回やってみましょう。こうするとオブジェクトは消えてリスポーンエリアができています。ここで落下してリスポーンすると、次のステージの手前から始まるわけです。リスポーンポイントを設置することによってリトライがしやすくなるわけですね。最後にゴールエリアを作ります。ゴールの手前にゲートを設置してみました。先ほどのブリッジと同じですが、形をちょっと変えて、今度は4個のアイテムを取ったら2秒で30メートル上昇するというような指定をしています。ゴールエリアの作り方は先ほどのリスポーンと同じです。キューブを変形してオブジェクトを作り、そこにゴールのスクリプトをアタッチします。これも実行されると消えて、ここがゴールエリアとなるわけですね。もう一つですけれども、ゲームシステムの中にIs Clear on All Item Collected というのがあります。これは全部のアイテムを取ったらクリアというフラグなんですが、これをオフにすることによってゴールエリアに入るまで終わりではないというような指定をします。だいぶプレイしやすくなりました。簡単すぎず難しくすぎないというラインを狙って調整するといいですね。さあ、ゴールが開きました。はい、これでゴールとなりましたね。無事クリアです。スクリプトをドラッグ&ドロップするだけである程度複雑なゲームが完成します。細かい設定やスクリプトの改変などが必要ないので、レベルデザインに専念できるわけですね。皆さんもいろんなステージを作って公開してみてください。Unity Play を使ってブラウザでプレイできるようにすると多くの人に遊んでもらうことができます。もし公開したら、ロールアボールチャレンジというハッシュタグをつけて、ぜひ SNS などに投稿してみてください。私のサンプルステージも Unity Play にアップしてあります。皆さん遊んでみてください。Unity Japan では役に立つ動画をたくさん投稿していますので、皆さんぜひチャンネル登録お願いします。